皆さんどうもこんにちは。 EDH 大好き黒高です。 EDH マスターシュンです。おえどんです。アピです。今回の EDH 対戦会はこのメンバーで対戦していきます。それじゃあやりますか。生き残るのはただ一人。ようこそ EDH 対戦会へ。今回僕が使う逃走者は嵐呼びのカラマックスです。カラマックスは4マナ44でティムールカラーの逃走者で、能力の方が各ターン内で初めてあなたがインスタント呪文を唱えるたび、嵐呼びのカラマックスがタップ状態である場合、その呪文をコピーする。あなたはそのコピーの新しい対象を選んでもよい。あなたがインスタント呪文を1つコピーするたび、嵐呼びのカラマックスの上にプラス1プラス1カウンターを1個置くという能力です。タップ状態の時にインスタント呪文をコピーできるので、デッキ内にはインスタント呪文を大量に採用しています。でなおかつインスタント呪文をコピーするとプラス1プラス1カウンターが1個乗るという能力を持っているので、攻撃に行きつつインスタントをコピーしてカラマックスを強化するっていう、攻撃にも行きやすい投手となっています。相性のいいカードとしてはこちら野生の寸法であったり、こちらの炎の拳ですね。これらのカードでカラマックスを強化して、なおかつ回避能力を与えつつカード1枚引けるキャントリップという能力がついているので、カラマックスでそれをコピーしてカードを2枚引いてアドバンテージも取れるようにしています。最終的にはバルディビアの怒りなどでカラマックスを強化して、こちらの病的な雰囲気で2段攻撃を与えてワンパンで対戦相手を倒すなんてこともできたりします。今回使うカラマックスについてはデッキ紹介の動画を以前公開しているので、この動画を見終わった後にでもこちらを見ていただければと思います。カラマックス、今回僕が逃走者に選んだのがこちら上智のリエールっていうカードですね。赤青のカードで3マナで軽いカードなんですけれども、能力としては上智のリエールはあなたの墓地にあるインスタントやソーサリーであるカード1枚につき 1-0 の修正を与えるっていう形で、墓地にインスタントソーサリーが超えるたびにどんどんパワーが上がっていくっていう、まず1つ目の能力と、あと各ターンの初めてあなたがカードを1枚捨てるたび、その捨てた数に等しい枚数を引くっていうカードですね。なのでルーターとかそういったものが1回捨てはするんですけれども、捨てた分だけ、各ターン1回だけその分引けるっていういい能力がついたカードになっています。相性のいいカードなんですけれども、安堵の再開っていうカードがあって、呪文を唱える追加コストとして2枚捨てるので、例えばこの呪文を打った時にもすでに2枚捨ててるので、打ち消しとかその時のタイミングで除去を打たれても2枚確定で引けるっていうカードになるので、ルーターよりかは損しないカードですね。でその後3枚引くなので計5枚引ける、2マナで5枚引ける、上智のリエールがいれば5枚引けるっていう素晴らしいシナジー効果を得れるカードです。リエールのパワーが上がった時ですね、墓地にいっぱいソーサリーインスタントが増えた時に投げ飛ばしとかで相手を倒したりで、墓地超えてるのでインスタントソーサリーの数だけ塩からの蘇生っていうカードとかで墓地のインスタントソーサリー分のゾンビを生むとかでいっぱいクリーチャーを呼び出すとかいった方法で相手を攻めるっていうのがこのデッキの勝ちパターンとなっております。イエーイ！今回私が使うのは暴虐の竜アスマディです。アスマディが攻撃するたびプレイヤー1人につき、そのプレイヤーがコントロールしているパーマネント1つを対象とする。それらのプレイヤーはそれらのパーマネントを生贄に捧げる。これによりパーマネントを生贄に捧げた各プレイヤーはそれぞれ自分のライブラリーの一番上のカードを公開し、その後それがパーマネントカードであるならそれを戦場に出す。アスマディの強みは攻撃するたびに戦場のパーマネントに触れることが強いところです。また今回デッキの中をパーマネントカードで埋め尽くしているので、自分はめくったら確実にパーマネントが場に出ます。アド差で勝ちに行きます。以上です。普通に頑張ります。自分が今回使う統率者は警告となるものザクサラです。ザクサラはスルタイカラーの4マナで摂氏タップ好きな色1色のマナ2点を加える。あなたがマナコストに X を含む呪文を唱えるたび、緑の00のハイドラクリーチャートークンを1体生成し、その後それの上にプラス1プラス1カウンターを X コークという能力を持っています。ザクサラが戦場に出ている状態で解き放たれた繁栄というカードをマナコストに X を含むパーマネント呪文を唱えるたび、その X の値を2倍にするという効果を持つカードや、同じハイドラで凶暴な見張りガーゴス、
あなたがハイドラ呪文を唱えるためのコストは4少なくなるといった強力なサポートカードを利用してザクサラから生成されるハイドラトークンを強化していきます。ハイドラの群れで蹂躙してやる。順番はじゃあ今度はアッピーにじゃあ振ってもらおうかな。アッピーから1234で56が振り直しで、ちょっと待った。ここら辺でやってよ。自分からですね。じゃあここから時計回りで、はい。じゃあチェックしてください。はいチェックしますじゃあよろしくお願いしお願いします。じゃあ自分からですかね。はい、はいどうしますね。吹きさらしの荒野をもう切っちゃいます。はいアーケン食らって探してこのねケトリアのトライオーム。こちらですね、フェッチからサーチしてこれる土地になってまして、森島山っていうね3色あるんですけど、フェッチランドを切ってこれサーチしてくると、その後のね泣き番がすごい安定するっていう最高のカードです。タップインして、はいこれもねケトリアのトライオーム。なるほ絵が同じっていうね。であるね。ど持ってるねそうですね。でおしまいです。はい新しいジェネラル買うためにこれ買うでしょ毎回発売するわけじゃないからドラします関節の島置いてエンドですはいいいねみんなソルリングとか置かずにねうんじゃあ新緑の近持ちを置いてフェッチをそのまま切りますはいどうぞ。繁殖池をタップインしておしまいですドローします。はいモエガラの林間地をタップインしておしまいです。はい、いただきます。ド関節の森を出して、はいこの自然の知識を使って森カードを1枚場に出します。うんタップイン。じゃあこの繁殖池をタップインしておしまいです。はいはいどうします硫黄の滝を出してエンドですはいタップどうします森セットして2マナから自然の知識おやもう全く同じ繁殖域からほぼ同じ挙動をね山近い。基本森しか持ってもらえないですまあなんかある森カードでいいのに。森カードでいいんだけど森でいいはいで終了はい、ターンもらいます。アンタップします。ドローします。森を置いて2マナで森の知恵を貼ります。いいカードや。で、このターンおしまいです。はいはいいいカードや。いいカードだなはい、いただきます。ドロじゃあこの溢れ返る果樹園を出して、はいはいで緑青赤の3色と1マナか、はいでカラーを出します。はいでおしまいです。は叫ばないの？出したりやらないいドラしまちゃんとカット入れるんですよ関節の山置いて、はいおリエールさんが出るので03リエールさん出た。でエンドです軽いね。ドロー2点受けて草の下墓をアンタップインします、でまあ流れに乗っかって自分のじゃあザクサラさんをはい。早いね。はい。出ました。出ました終了です森知恵の3枚。うん。 3枚かけます。じゃあ、2枚引きたいんで4点加えます。1枚だけうん。落とはい。し OK です。で、ハンドに加えます。はい。ダブルをきます。はい。なんだろうちょっと笑っちゃうの出てくるからさらっと出てきたな。 3マナでウッドエルフを唱えます。はいそしてライブラリーから森探していきます。はいじゃあタイガー持ってきて、アンタップヘイトあげるな。別にただ土地持ってきただけでなんかになってるからこれはやばいなやばいななんかやばいなヘイト上がったねこれ完全にね。せっかくだからやる。出ました。タイガータップして緑マナでシギレンのシャーマンおお。でおしまいです。はい。じゃあいただきますか。アンタップしてじゃあカラマックスでじゃあ大江戸にアタックで4点ですね。はい、4点、飛んでます？なんでもないっす。ウッドエルフでブロックします。はいどうぞはい、ブロックしました。ご地域で。はい。です。じゃあ関節の島を出しておしまいです。はい縦に行くスタイルインスタントがいっぱい入ってるからね。なるほどねドラしますはい。虹色の帳簿土地ではい1点支払いますはいはい島だな1点。 1点
日本島持ってきます。エンドです。はい。何もできなかったよ。します。どうします。水没した地下墓地を置かせていただいて、X イコール5で期限ハイドラをもう強い。でザクサラの効果で X5 のハイドラが感覚がこもったハイドラが強えわ。みたい。期限のハイドラの効果で X 枚トップを公開してその中のマナコストが X 以下の土地でないパーマネントを戦場に出しても良い。その残りはあなたの大概に加えて切り直す。5枚。はい。1、2、3、4、 5以下だよね。 5以下。まだ森知恵かな。まあそうだね。てかむしろ森知恵以外は出せる感じじゃないから。で他を下？いや、加えて切り直すのね。あ、聞いてますね。戦場に出してもそのままあなたはもう一がも出てくる。やべ。強いんだまあでも強いカードが出たな。強いよ。どうしよう。これはもう強いよ2人が。カラバックさんが殴りに行けないんだけどマジで。リエル。返しが超痛い。自分はこれでエンドですよ。殴りにはいけないから。エンド前にサイクリング。はい、OK ですね。はい、サイクリングします。捨てたので先に、はい、誘発で1枚引きます。はい、サイクリングでワンド1枚出します。やっぱりすごいね、この挙動。エンドです。エンドって俺ないの。はい、ターンもらいます。アンタップします。じゃあ3枚。はい、だからもうアスマリーが出てくると思われる。じゃあ1枚手札に加えて2枚戻します。はい、OK です。加速するんだ。伸ばすんだ。まあタップインします。はい。シキレイのシャーマンタップして、ハッピーのところにしとこうか。どっち？あ、で、どっちしかないから。どっちしかない。どっちを追放だね。で1マナを見ますけど、残り2マナで、巡礼者の目を唱えます。はい。めちゃくちゃ安定供給。で、サーチしてきます。はい、OK です。はい。で、このターン終わりです。はい、動きます。いやー、きついなこれ。きついよマジで。そしたら関節の山を出して、殴れないんで欲しいです。エンド前に3マナで3枚引く。エンチャントを捨てない限り2枚捨てる。はい。1、2、3枚引く。2枚捨てよう。2枚捨てました。これのリエールの能力で2枚引きます。はい、どうぞ。はい、頑張ります。で、ドローします。一強の迷惑。殴らせない。殴らせない。いや、墓所だと。墓所出して、稲子の神。あなたがカードを1枚引くたび、と速攻を持つ青であり赤である11昆虫クリーチャートークンを1体生成する。赤、青、2マナでカードを引き、その後カード1枚を捨てる。稲子の神が死亡したとき、次の終了ステップ開始時にこれをオーナーの手札に戻す。稲子の神自体は避られても次の終了ステップに手札に戻るっていうところで息の長いクリーチャー、除去がなかなか効きづらいクリーチャーっていうところで入れてます。プラスその能力的によく引くデッキですので、引くたびに11昆虫クリーチャートークンが出てくるっていうところで攻撃兼ブロッカーっていう面も含めそういった能力を考慮して入れてます。ディスカードフェーズあります。すでにディスカードがあるんディです。スカード7枚捨てたので、これの能力でそれでもいい。そのディディスカード初めてなので、はい、OK です。1枚引きます。つえな、もうきついですよこれ私本当に。3枚見る。2枚引くか。4点食らって33で1枚戻すと。はい。で、沈んだ廃墟をプレイした。カロニアンハイドラー。すげえな。カウンターが4つ乗った状態で出てきて、攻撃するたびに乗ってるカウンターを2倍にする。はい。従順になる。もうやばい。殴り始めたらもうやばい。で、残り3マナで工作を。はい、どうぞ。深夜の工作欲しいよね。そうだね。だからあいつを、いや、厳しいね、これはね。まだかなり早い段階だからね。親の2、5点を。はい、じゃあ、金立ちのエルフではい、します。
エンドです。はい。俺としてはね、こので3枚走らせてほしいです。3枚見ます。1枚手札に加えて2枚戻します。多いです。終わる気がするな。馬を置きます。熊で遊びます。はい、ついに出てきた。じゃあ残り1マナでボリュールドルイド出して、このターンはおしまいです。本当にマナすごい。大宿にアタックしようかな。アタックで。はい。でも狙われる。アスマディでブロックします。お、決めた。決めた。激励を行います。激励は自分が森をコントロールしていると対戦相手1人が3点ライフが得ることでマナこそ支払わずに唱えることができます。で対象のクリーチャーは短周4状でプラス4プラス4の修正を受けるというインスタントです。カラマックスがタップ状態であればこの激励がコピーされて合計プラス8プラス修正を受けるということでカラマックスをすごい評価できるナイスカードです。じゃあハッピー3点どうぞ。はい、で、コピーするんで、プラスカウンターが1個乗ってプラス8プラス8修正入るから13、13強い。13、13です。はい。打ち取られましたね。はい。6マナで、地底の揺れで、地底の揺れは赤と X の呪文で飛行を持たない各クリーチャーにそれぞれ X 点のダメージを与える。 X が4以上であるなら全てのアーティファクトを破壊する。 X が8以上であるなら赤の88のトカゲクリーチャートークンを1体戦場に出すというカードです。ちょうど盤面にですね強いクリーチャーがいっぱいいたので飛行はダメージ与えられないんですけど、それ以外のカードにこういっぱいダメージを与えてなんとか盤面を平らにすることができました。ちょうどですね激励を唱えていたのでカラマックスが強化されていてカラマックスが無事に生き残るということができたんで、ちょうどいい感じに組み合わせることができました。 X イコール6点。じゃあ状況より前に仕切りのシャンをはいどうぞお返しで岸田の声を追放しております。じゃあこれは分かりました。はい。はい、何もなければクリーはいこれは始まったら払いそれはね一瞬期待したけどそれはアテクトだからはい、これ焦がしのね。ですね。はい。じゃあ。で一応こいつなんか13時間だから生きてますっていうマッチョだから生きてますと。ただここはちょっと残っちゃうけど今ねアスマディが除けれなかったけどブロックしてくれたからラッキーと思って悩ましかったんだけどな。ラッキーと思ってで、霧深い銀を出しておしまいです。はい。ザプします。キルは誠意の方で、誠意の塔。あなたの手札の上限はなくなる。あなたのマナプールに1加える。手札のマナ上限をなくしたいっていうので誠意の塔は入れてます。聞いたので失礼。不吉な海。不吉な海。あなたがカードを1枚引くたび不吉な海の上に予兆カウンターを1個置く。不吉な海の上から予兆カウンターを8個取り除く。青の88クラーケンクリーチャートークンを1体生成する。サイクリングに付きです。このカードはリエールが捨てた分だけ引けるっていう能力があるからこそいっぱいカウンターを乗せられるっていうメリットがあるので今回デッキに入れてプレイしました。稲子神で高しで稲子で1点4点エンドです。はい。3枚見る。本当に3枚見る。じゃあ普通にドロー。はい。見ていくと思いました。普通に沼を見た。境界なき領土をプレイしたいよ。おおすごいの唱えちゃってこれ。したいよ。これはすごいよ。境界なき領土。ザクサラのデッキは X 呪文を多用する都合上膨大なマナを要求されます。境界なき領土を唱えるとマナの数を実質2倍にすることができるので今回僕の場合は8マナだったものが倍の16マナまで伸びたんですけどもその後の展開を有利にすることができます。ハイドラだけでももう X がもう全部そうそうでかい X で唱えられる。 X の桁が尋常じゃないことだけでこれちょっとゲームが変わったねこれはこれは魔王戦が始まったなこれは。いいな。8枚。はい。これもう次からX スペルを引いてくるために叩きつけるだけ完全にそうだね。これやべえな。で、ターン終了です。森系で3枚見ます。3枚。1枚手札に2枚戻します。はいルーンキズの悪魔を唱えて。おお、サーチね。好きなやつたち。で、どうぞ。だいぶサーチします。別にしておきます。はい。有利ではない。ます。はい。沼をセットしておしまいです。はい。エンド時に霧深い瓶を切って点食らって途中持ってきます。じゃあ蒸気庫。はい。
これ。この火の灯る茂みを出して、はいよ。で確かな、いいじゃあ5点。まず5点ね。はい。いや、5点で。特段もないんで。で、当然ダメージは。はい、でエンドです。あ、じゃあエンド時に、墓地にうん。これ落ちてるので3マナ払ってタップ状態ではい。戻します。ターンもらいます。はいじゃあドローします。うん。ドローしたので、1枚と乗っけます。うん。入念な研究2枚引き2枚捨てる。はい、OK です。はい。2枚引きます。はい。ちょっとこれ2枚とあとうん。出るんだけどもう2枚。2枚捨てるんだけど、もう2枚引きます。これである程度あとがやっぱすげえ。やっぱすげえ。展開力尋常じゃないですね。回り出すととんでもねアッピーに、まあ全部全部いいかな。いっちゃっていいんじゃないの9点だね。 21。めっちゃ減る。9点。あっという間に出てくる。土地をはい。出します。いいねそんなねエンドだね。はい。待って、エンド前に。うん。 9点挙手。ああ、はい。いいね。そうそう。で、これが一番あ、そうね。はい。うん。はい。この両ああ、うんなるほどね。なんかあるないです。でそしたら英雄的介入で英雄的介入。英雄的介入は2マナのインスタントで短種領事まであなたがコントロールするパーマネントは呪言と破壊不能を得るという能力です。ちょうどアッピーが滅びている全体破壊カードを打ってきたんでそれに合わせてこの英雄的介入を唱えてなんとかカラマックスを守りました。でなおかつカラマックスがタップしたのでプラス1カウンターも乗せれたということでかなり英雄的な使い方ができたかなと思います。じゃあ解決なります。いや、5分だけいなくなってくれれば俺としては、そこをとりあえず9点だったからね。何に9点増える一方だからそうはい、です。で、1の分母をいったはいは X イコール5。ハイドロイド混成体でい。もハイドロイド混成体。ハイドロイド混成体はあなたがこの呪文を唱えたとき、あなたは X の半分の点数のライフを得てカードを X の半分の枚数引く。それぞれの端数は切り捨てる。飛行トランプルを持っていてプラス1プラス1カウンターが X 個置かれた状態で戦場に出てきます。言わずと知れた恐怖クリーチャーなんですけれども、ジェネラルであるザクサラの効果と相まって X をマナコストに含んでいるので X のハイドラトークンを場に出しつつ本人もハンドアードを取れる非常に強いクリーチャーです。結構強いね。まあまあ、う、いいね、強いと思う。一気にパッティが一気にパッティが出てきまあ、ました。一応盤面の採点会としてはできたそうだね。終了です。うちで3枚うん。 3枚。もうして欲しい。やりたいよそれ。 1枚手札に加えて2枚戻します。イナゴル手段持ってる。あ、そうだね。終了したから。ショルドレッドを出します。ささやくものショルドレッド。あなたのアップキープの開始時にあなたの墓地にあるクリーチャーカード1枚を対象としそれを戦場に戻す。各対戦相手のアップキープの開始時にそのプレイヤーはクリーチャーを1体生贄に捧げる。アスマディの能力でめくれると2枚合わせて盤面をコントロールできるロマンカードです。死んだ。カラマックスはちょっとそれはつれえな。死んだ。そっちか。そういうことか。で、このターンはおしまいです。そういうことか。はい。じゃあ黄色の方で。今のはちょっと早いのかも。しました。出すのももう出す意味ないしね。正直。下手に出すだけだからね。ただしに行くだけだから出す意味すら失ってしまった。じゃあ関節の森を出しておしまいです。はい。ドローします。そう、ドローします。はい。タップ状態で、タップ状態で出して、2点くらいます。はい。ネザーおおお、すごい。これならあれでしょ。あー強い。エンドかな。うん。めちゃくちゃかっこいい抜け道探してる。もうそれ欲しいわ。そんななかったわ。ハイドラを。うん。ハイドラはせっかく出したけど。そう。
ちょうどいいやつが多いんだっけ。フェイタクシフェイ隠し。今回このカードは僕が非常に唱えたかったカードなんですけれども、点数で見たマナコストが X のクリーチャー1体を対象とし、それをオーナーの手札に戻す。飛行を持つ青の11のフェアリークリーチャートークンを X 体生成する。マナコストが低いクリーチャーに対して唱える場合はあまり旨味はないんですけれども、今回はシェオルドレッドというマナコストの高いクリーチャーに唱えることができたので、11のフェアリークリーチャーを大量に展開するとともにザクサラの効果も合わせてファッティも1体追加で場に展開することができるということで、戦線の維持に非常に役立ったカードとなります。ー X これ7だから、7体のフェアリーとザクサラの効果で77のハイドラが1体出てくる。そういうことね。唱えたので私もワンドローします。でバウンス何がでバウンス。はい。あでもね、で X が7強よ。当たつねえよこれ。シェルドレッドどうでもよくなったねこれ。バッキーで全く効かなくなったねこれ。カリオの勇気をドローするやつね。どうするやつプラスああ3まあ修正と三周節汁とねワンドロー。で、ハイドラに備えて、8号で親にアタック。はい。なんともならんので8点くらいます。やっで、ぱ8度。2回やってるわ。8になってる。で、ディスカード、土地3枚捨てて、終了。3枚入れます。1、2、3枚。1枚手札に加えて2枚戻します。マナで、はい、いいです。これで一応飛行ブロックできるからね。一応アッピーが殴りづらいからなんから。マナエルフをそっと置いておきます。おしまいでいいです。はい。渋いな。相変わらず渋いね。渋いな。関節の森を出して、もしこれカラマックス組んだったら俺はこうやって降伏しなきゃいけない。そこだけちょっとね。行かないよ。本当に？じゃあさすがに出します。あそこの盤面なんとかしないと俺も生き残れないから。さすがにそういうね共通認識があれば私も出しますよ。カラマックスをやりました。で、おしまいです。はい。ドローします。と2点くらいます。はい。いなるのか。はい。タップイン。はい。でエンドです。で、3枚見る。2枚戻して通常のバンドを。はい。グレートヘンチ。やきます。はい。1枚引いて、で、これも増えるか。増えて。2回った生命で。はい。倍なんで。トークンが倍になる。これも使ったところで使ってる。ああ、2点回復するね。そう、2点。ワンドローか。で、もういいな。11。はい。で、気が入れば、単純に11個乗った状態で出てくるだけだ、このターンは。じゃあ、スタックで。はい。さすがに飛んできた。活性の力でエンチャントとアーティファクトを2つ破壊します。で、ワンドローとかしちゃっていい？ああ、なるほどね。はい。これとかトークンとかね。じゃあ、色カウンター乗っけて、その2体、2枚破壊する。了解。よいしょ。尋常じゃないけどね。じゃあとりあえず77で親丼に殴りかかるよ。はい。はい。殴ってくれます。あ、つまり何度だったらね、まだ。エンドで。ほい。おうちで3枚。どうぞ。1、3。じゃあ3枚とも手札に加えます。はい。13か。ほい。OK です。収穫の魂を受けさせます。で、アスマリでアッピーを攻撃します。トークンでブロックを。あ、一応ブロックの前に誘発します。で、何を選ぶかだね。もういいかな。はい、OK どうぞ。直接にしておきましょうか。はい、で、そっちはミスキョの迷路だな。はい。で、じゃあ待って選んで、で、解決で、はい。じゃあ皆さん一見にさせてください。はい。一斉ので、ああ、このままで場に出ます。はい。ファイナル偵察機を場に出します。収穫の魂出てるので、一旦じゃあこれ先に解決します。ワンドローします。ジョインフル以上を出してしまいかな。ワンドローして、沸騰する証拠を出しまして、強い。はるかみを唱えます。強い。で、なんかどっちをサーチします。あ、ネタールどうぞ。ああ、ネザールね。関係ないですね。全然いいですね。踏み鳴らされる地をサーチしてきました。はい。殴るのもあれなんで、おしまいです。どうします。はい。これ。あ、そっか。これ、戦況を見守ろうかな。
しまアスマす。ディ情けをかけられるくらいには弱いから。2点食らいます。はい、どうぞ。はい、どうぞ。出します。出ました。久しぶりの家。うん。で、エンドです。はい。夢3枚いる。 2枚。どうしよう。どうぞ。はい。じゃあ露天交渉だそうかな。血の涙を。下のハイドラで飛行。自分のやつもいっちゃう。自分も行っちゃうけど、まあ、アスマディとかがやらせるから。で、破壊した分だけプラス1ポイントが乗ったから。これ普通3で15で。で、露天交渉で形は実際の形はないで、X イコール6で永遠の終焉を、あタフ6以下を3体破壊。 3体破壊か。でとりあえずハイドラが、何それいいこれからハイドラ出てきました。で3体を選んで破壊か。まあ、親のところのブロッカーを空にして、はい3体殺して、で、この15のハイドラで、はい、したい。はい、どうしようもないです。やられました。はい、やられました。しゃあない。しゃあない。で、親のが。はい、手上げです。はい。で、ターンエンドですね。はい、ゲームが進みましたね、これは。ちょっと待ってね。溶かし方でね、振るあたり。炎の拳で、ワンドローして、こうやってトランプロエル。で、はい引いた分だけ、このターン引いた分だけトライブル修正があります。今だから、64か。6になってトランプロえました。で、ワンドローします。コピーはタップしないんで、何もしないということです。いやーですね。辛いです辛さしかない。さっきからも辛さしかない。土地出してないんで、この関節の山を出しておしまいです。ワンドローでいいよ、これ。ワンドローをこうか。うん、いいよ。こいつは戻さなくていい。戻ってる。戻ってる。大慌ての探索。2枚引き、その後2枚捨てる。土地を3枚。2枚引く。うん。 2枚捨てる。うん。 2枚引く。で、これがなんだ。そうで、クライアー券を2体出す。で、土地アンタップしていいんじゃない？あ、そうだね。アンタップする。2体で出せる状態になるまで、あえてカウンターを乗せ続けていきました。で、2体をダウンしました。ターンいただきます。はい、どうぞ。で、通常道路を入ります。サイクロンリフト超過を打ちます。それか。それは強い、確かに。 2点。で、これがどうかって全部もらって、で、これももらってもらって。じゃあこれでハッピー、高橋さんこれ EL で4点と20何点だ。どうなるかな。ぼやかす薄切りやったらこれさ、ぼやかす薄切り。ぼやかす薄切りは3マナのインスタントで、あなたが逃走者をコントロールしているなら、あなたはこの呪文をこれのマナコストを支払うことなく唱えてもよい。このターン、対戦相手をコントロールしているクリーチャーから受けるダメージを全て経験するという能力です。これちょうどですね、シュンがアッピーを倒そうとして攻撃してきたんですけど、ちょっとそれを守るためにですね、ぼやかす薄切りを唱えて、なんとかアッピーを守って、この後のなんとか生き延びたいと思います。そんな感じがする。無慈悲な、無慈悲だな。こんだけ引いてるわね。まあ確かに。はい、じゃあどうぞ打ち消されまして、一応ワンドローかな、これ。ワンドローで、ここでが2なんで、プラス6で6点。ああ、暗いです。暗いじゃん。解決して22点。味3点か。多分ほぼ無理だから。で、アピが親の3なんだけどですね。一応片付けて。じゃあまた運命のドローをさせて。運命のドロー。なんか運命のドローパターン。俊介と対マンになって運命のドロー。じゃあターンいただきます。と関節の最後までね、やっぱり。最後やっぱりね、逃走者なんで、このアラシのカラマックスを加えて。さすが。カラマックスで。強い。まだわかんない。まだわかんないよ。ハンドはないけど、とりあえずダッシュ。エンド。じゃあ、ターンいただきます。一応何があるかわかんないからね。最後まで。ライフ28ある。ライフ以外にあるね、確かに。ライフ以外にある。そっか。詰め切れない可能性。詰め切れない可能性ある。詰め切れない可能性。なるほど。これのね。なるほど、ました。はい。全然まだ可能性ある。ある。じゃあもうないって仮定しておこうかな。何にも。あとはもう眼力とかで頑張るしかないんだろうね。なるほどね。交換の力で交換の力。この呪文を唱えるための追加コストとしてカードを X 枚捨てる。プレイヤー1人とクリーチャーやプレインズウォーカーを合わせて最大1体を対象とする。
その前者のプレイヤーはカードを X 枚引く。交換の力はその後者に X 点のダメージを与える。手札の捨てた分だけクリーチャープレインズウォーカーにダメージを与えることができるっていうところで、大量に手札を引く今回のプレイスタイルではすごい大きな打点を直接与えることができるっていうところで、捨てた分だけ引くこともできるっていう損のないインスタントの呪文で、さらに今回のリエールがいることによって捨てた分だけ引けるっていうところになって、15枚追加コストして使います。はい、どうぞ。X15 で、前者のプレイヤー僕ですね、うん僕が15枚引きます、で後者に15点与えます。では15点、はい、 13、雑な火力。15点、はいどうぞはい18個になる。18で、1、2、3、4、5、6、本当なんか私は分かんないけど9、10、11、12、13、14、15。でこれもめちゃくちゃ乗るよねこれね。乗るね。30、30。見たことない。俺30個買う。すげえ。まあ念にはね、念にはうんで、まあ先頭入ります。先頭ですはい、先頭入ります。いいっすよ。でここではいドン。ドーンときてダメージ計算してもらって35か。35だね。はい、受けます。はい。防御しないんかい。オーバーキルすぎる。まさか受けるだもん。はい、受けますね。これは受けカラマックますね。スで防御しないんだよ。やっぱ常に受けるんで。受ける。さすが。はい、受けました。ありがとうございましたありがとうございました。いや、勝者しゅんさんということで。ありがとうございます。はい、そしたら今回の勝者はしゅんさんです。今日はいい日でしたね。なんで片言なの。ただただ勝ちたかったっていう思いが強い。まあハッピーと親丼が2人で大きくクリーチャーを展開してくれたので、まあそうだね。そこの隠れ身の的な感じで私入れましたけど、まあその合間を縫って最終的には勝つことができて、もうただただ嬉しいです。アッピーがちょっと惜しかったね。あんだけいっぱい並べてね、会場とかもいっぱいいてね、もう勝つんじゃないかなって感じだったけどね。今回ね、ザクサラの能力としてはかなり活用はできたゲームにはなったんだけど、細かいところのプレイミスとかもあったりしてまた勝ちを逃したなっていう感じ。そうだね。ちょっと今回こそはね、勝つんじゃないかなっていう感じはしたけどね。期待したんだよ。初勝利をね。惜しかったです。爪が甘かった。いや自分はちょっとね、土地ばっか引いてね、もうちょっとね、カラマックスがあるからインスタントとかでねコピーしたかったんですけどね、なんかしらちょっとね全然引かずに要所要所でこう除去とかね、カラマックス守ったりはしたんですけど、それだけっていう息苦しい戦いをして親丼どうだったの？クリーチャーの場持ちが悪くて、あやりたいことあるんだけど、一周回ってくる間にみんないなくなっちゃっちょっとやっぱね、アスマディとかね、ショールドとかヘイトが高かったからね。やっぱね。殴られると否定して避られるっていうのがちょっと目みんなから嫌われる原因になったかな。ちょっと次から対策ってくる。今回の EDH 対戦会はこれでおしまいです。今回この EDH 対戦会で使ったデッキはプロタカの EDH ブログで公開していますので、概要欄にはリンクがありますので、そちらを見ていただければと思います。この動画がいいと思ってくれた方は、ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あとコメントとかもらえるととても嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。バイバイ。